はい、お世話になっております野良です。今回来ているこちらはリクルートが出している住みたい街ランキングのスピンオフ的な穴場だと思う街ランキングで関東1位に君臨していて、1日あたりの電車の乗降客数が約160万人と世界6位の利用者数を誇っているターミナル駅北千住です。ご覧の通り西口を出ると広々としたデッキが広がっていて、巨大な丸いトルミネが双璧をなしていますね。北千住は昔々はね、泥臭い下町っていう感じだったんですけど、2000年に入ってから再開発がどんどんと進んでいてですね、さらに2006年以降から東京電機大学をはじめとして数々の大学キャンパスができたおかげで、若者が結構増えたおかげでかなりいい感じの発展を現在進行形で遂げている街であります。まず駅前にこれだけでかいルミネと丸井があれば、買い物はほぼ北千住内で済みそうですね。ルミネはどちらかというと若者向けのファッションブランドとか雑貨店が連ねていて、成城石井も入ってるんで帰りに寄れるスーパーとしてありがたいですね。で、丸井の方はもう少し大人向けとかファミリー向けの店舗が入っています。あと家電量販店の野島が入ってるんで、北千住はヨドバシとかビッグカメラないんで、家電買うときはここの野島って感じですかね。ではまずデッキを降りて北千住の西口サイドの街並みを見ていきたいと思います。西口の駅前からずっとまっすぐ伸びているこちらの通りは北ロード1010って読むんですかねっていうアーケード商店街です。飲食店とかドラッグストアが揃っていて、1日約40万人の人通りがあるっていう駅前のメイン通りなんですけれども、その割にはね、歩道スペースがめちゃめちゃ狭くて、ちょっと土日とか混雑した時大丈夫なんかっていう印象であります。で、北千住はですね、大きく分けると西側と東側になるんですけれども、今歩いているこちらが西口側がですね、特に再開発が進んでいる繁華街となっていて、新築マンションもボンボンと立ち始めているエリアです。で、逆サイドの東口側は後で見に行きますけれども、そっちは大学キャンパスとかあって落ち着いた雰囲気もあり、昔ながらの住宅街に荒川の河川敷が伸びているような比較的閑静なエリアですね。で、こちらの交差点の左右に伸びているのは千住本町商店街と宿場町通りっていう北千住の商店街ですね。こちらも後ほど戻ってきて歩いてみますが、まずは直進していきます。こうして通りを歩いていて、まさに北千住の賃貸需要の高まりを感じざるを得ないのは、めちゃくちゃ不動産屋さんが多いことですね。この右手側、特にもはや3軒に1軒は不動産屋さんじゃないかってくらい不動産屋が並んでいます。まあそれもそのはずで、北千住は5つの路線が走ってるんですよね。 JR 常盤線と東京メトロ千代田線、日比谷線、あと東武スカイツリーライン伊勢崎線ですね、あとつくばエクスプレスが通っていて、都心にも埼玉にも千葉にも出やすいっていう、なんともバランスのいいポジショニングでありながら、それでいて家賃相場は都心に比べると安めっていう強大なメリットが北千住にはあります。まずアクセス情報をまとめてみるとこんな感じで、東京駅とか大手町なんかは1本で20分程度で着きますし、都心に通う人でも北千住は全然ありなエリアじゃないですかね。ただ冒頭でも言った通り、北千住は1日あたりの乗降客数が世界6位の約160万人という超巨大なターミナル駅なんで、駅が混雑することはもう避けられないデメリットですね。ちなみに北千住の乗降客数が多い原因っていうのは、埼玉とか千葉とか茨城っていった郊外から来る人たちが一斉に北千住で乗り換えるからっていう理由っぽいですね。あと家賃相場についても見てみるとこんな感じですね。穴場の街ランキングトップとしてメディアに取り上げられるようになってから、家賃は結構上昇傾向にあるみたいなんですけれども、それでも山手線の県内とか23区のターミナル駅に比べると1万円弱くらい安い気がしますね。で、ちょっと話変わりますけど、北千住はラーメン屋さんがめちゃめちゃ多くて、その中でもこの北海道ラーメンみそくまっていうお店は僕個人的に大好きで、北千住来た時は大体ここ来ますね。で、その隣にはヨークフーズもありますね。西口側に住むなら重宝しそうなスーパーですけれども、ここもね、22時閉店と閉まるのちょっと早すぎじゃないですかね。北千住くらいでかい駅なら24時間の西友とかライフみたいなでかいスーパーがあってもいいと思うんですけどね。なんでないんですかね。そして北ロードを抜けると日光街道っていう大きな通りに出ます。
この通り沿いは背の高いマンションがずらっと立ち並んでいて、再開発が進んでいる雰囲気を感じさせてくれますね。西側は特に新築のマンションがどんどん建ってるんで、そういう築浅物件が家賃相場を押し上げてる面もあるでしょうね。ただご覧の通り交通量がかなり多いんで、この通り沿いのマンションに住むのは騒音とか排気ガスとか荒れそうなんで、僕はちょっと厳しいですね。そしたら北ロードを戻りまして、途中にあった千住本町商店街を歩いてみたいと思います。ここは江戸時代に宿場として栄えていた場所で、現在は約120店舗のお店が並んでいる北千住でトップクラスの商店街となっています。日用雑貨のようなお店から飲食店まで様々なお店がありますね。サイゼリアとか米田カフェみたいな若者に好かれるお店もしっかりとあります。やっぱり北千住は大学キャンパスができてから若者が増えたおかげもあって、若者向けの安いチェーンの飲食店がかなり多いのが魅力の一つですね。それでいて、こういう下町風情の残る商店街には個性のある個人経営店もちゃんとあるんで、食に関しても楽しめそうな街だなっていう風に歩いていて思いましたね。そして左手に急におしゃれな東武ストアが出現しましたね。調べたらここ千住ザタワーっていう今年入居開始の新築のタワーマンションでしたわ。地上30階建て。よく見るとですね、この商店街の左右になんかグレード高そうなマンションがちらほら建ってるんですよね。これ学生とか若者だけじゃなくて、丸の内勤務クラスの裕福なファミリー層も取り込もうとしてますね、北千住で。ちょっと調べてみると、この千住ザタワー 2LDK で5000万円台くらいで、 3LDK で7000万円くらいでしたね。やっぱり俗に言う世帯年収1400万円のパワーカップル向けのタワマンって感じですかね。では続いて向かいになっている宿場町通りの方もちょっと覗いてみたいと思います。名前の通り、北千住はかつての江戸時代に宿場町として多くの旅人が行き交っていたエリアで、この宿場町通りにはその歴史がある通りです。こっちの商店街はチェーン店っていうよりは古くからの個人経営のお店が多い印象ですね。あと申し訳ないことに今回は撮影し忘れてしまったんですけど、北千住は銭湯もすごい有名な街でして、東京で人気の銭湯として知られるキングオブ銭湯の大黒湯をはじめとして老舗の銭湯が多数あります。その銭湯も年々減ってきてしまってるみたいなんですけどね。なんか通りがかりにあったこちらの公園は宿場町の雰囲気を残している公園みたいですね。というわけで駅の西口前に戻ってきました。こうして見るとやっぱり北千住駅めちゃめちゃでかいですね。で今度は駅を降りてすぐ左のエリアに広がっている、ちょっとディープな飲み屋街の方を歩いてみたいと思います。今までの商店街の雰囲気とは打って変わって、狭い道にごちゃごちゃと店が詰め込まれた雑然とした空気に様変わりしましたね。明らかに夜の大人のお店も出現し始めました。これまで北千住は再開発が進んでるだの、大学キャンパスを作って若者を誘致してるだのと言ってきましたけど、一つ忘れてはいけないことは、そう北千住は足立区であるということです。23区で最低の平均年収と23区で圧倒的最多の生活保護世帯数をマークしている足立区です。おそらくですけど、足立区と聞けば誰もが治安が悪いっていうイメージ持ってますよね。この居酒屋とかキャバクラとかが密集している通り歩いていると、なるほどねとうなずいてしまうところではありますけれども、いろいろとね、北千住住民の口コミを調べてみると、ネットでボロクソ言われているほど実際の北千住の治安は悪いわけではないそうですよ。確かに安そうな居酒屋も多いんで、酔っ払いが多いのは間違いないです。あとは飲み屋のキャッチが結構強引で怖いっていう声も多々ありますけれども、足立区の中でも綾瀬とかに比べるとまだマシな方じゃないですかね。僕は足立区はまだ住んだことがないので、実際のところはちょっとわからないので、もし動画をご覧の方で北千住住んだことがある人がいたら、ぜひ治安の面も教えてください。それと北千住は大学ができて若者が増えたっていうこともありますけど、
それ以上に埼玉とか千葉とか郊外と東京を行き来する人の乗り換えスポットっていうのがすごい大きくて、乗り換えついでに一杯やっていくかっていうサラリーマンたちの需要がかなりあるみたいなんですよね。そういう意味で立ち飲み屋みたいな小規模でサクッと飲めるようなお店が多いっていうのも北千住の特徴です。とこんな感じで西口側は飲み屋街から湧いてくる酔っ払いとかキャッチがちょっと多いんで、住むとしたら落ち着いている東口側の方がおすすめですかね。特に女性は。西口側の方が新築とか築浅のマンションも多いんですけどね、治安とどちらを取るかっていうのはトレードオフということで。そしたらまた駅前に戻りまして、今度は東口側を見に行ってみたいと思います。逆サイドへ行くには駅中を通っていくか、あと半地下みたいになっている通路を通っていくかですね。はい、東口側はこんな感じです。西口と違って車両が通るような大きな道路はなくて、そのまま商店街が伸びている感じですね。こっちは大学とか学校のキャンパスがあるんで、駅前から学生とか若者向けのラーメン屋とかご飯屋さんがずらっと並んでますね。マジで北千住ラーメン屋さんが多すぎてデブ不可避なんだよな。そして駅を出てすぐ右手方向にドンと立っているのが東京電機大学のキャンパスですね。2007年に創立100周年を記念して開校されたキャンパスらしいです。北千住の東口側はどちらかというとかなり昔ながらの商店街とか戸建ての民家の風景が残っているエリアなんで、そこにこんな真新しい大学キャンパスがあるとちょっとここだけ異質な感じもしますね。でもこうやって大学を誘致することで若者が増えて街も若返りますからいいことではあります。ただ昔から経営している商店街のお店の人からすると、学生っていうのは基本的にお金もないですし、商店街の個人経営店で物なんかあんま買わないそうなんで、商店街の人からすると学生が増えた恩恵っていうのはあんまりないとか聞きますけどね。東口側はこの商店街を抜けるともう住宅街エリアなんで、西側と比べるとそこまで見て回るポイントもあんまりない感じですね。荒川がちょうどすぐ近くを流れているんで、せっかくなんで河川敷の方まで行ってみたいと思います。荒川は東口から歩いて10分くらいですかね。かなり近いです。はい、荒川に到着しました。広々としていい眺めですね。荒川沿いは散歩したりランニングしている人もめちゃめちゃ多いんで、そういうのが好きな人にはこういう大きな川が近くにあるっていうのは大きなメリットですね。あと荒川がこれだけ近いと心配なのが水害のリスクだと思うんですけど、そうなんです。北千住は水害リスクが結構あります。ご覧の通り北千住は東京の動脈とも言われる荒川と隅田川に挟まれているエリアなんで、もし地震とか大雨で荒川隅田川が氾濫するようなことになればもう終わりです。足立区内は地盤の緩いところが多いですし、この辺は土地が非常に低いんで、もし大雨で荒川が氾濫するようなことがあれば 2,3 回くらいまで水没するくらいの被害が起きるそうです。確か2019年か18年だったかに来た超大型台風の時に荒川と隅田川が溢れるかって危険なレベルまで行きましたけど、あの時は耐えましたよね。この辺のリスクをどう捉えるかは、各々の判断によりますよね。こうしたリスクがあるからこそ家賃相場が安くいられるっていう一面もあるでしょうしね。と東口側はこんな感じでかなりのどかというか閑静な住宅街っていった感じですね。一軒家とか背の低いアパートマンションとか団地が集まっているような感じです。背の高い新築おしゃれ物件が立ち並んでいた西側とは全く違った顔ですね。あくまで個人的にはですけど、落ち着いて住むならやっぱり東側の方がおすすめですかね。治安の面でも東側の方が平和だと思います。物件のグレードでいうと西側の方が高そうではありますけど、その辺どちらを取るかっていう感じですね。はい、という感じで今回は北千住の街を見て回ってみました。北千住は駅中もこんな感じで広くて綺麗なんですよね。個人的に北千住は何度か引っ越しを検討したくらい要チェックしてた街です。これだけ栄えていて都心にもまあまあで安くて、それでいて家賃相場もこの街のスペックにしては安めなんで、
穴場だと思う街ランキングで幾度と1位を取ってるっていうのもうなずけるような街です。再開発してファミリーマンションもボンボン建ってるんで、子育て世代にも住みやすい街でと生まれ変わっていくんでしょうね。ネガティブに見ればおそらくそのせいで今後も人が集まってきて家賃相場はじりじりと上昇傾向になっていくんじゃないかなっていう懸念はありますけどね。足立区っていう治安面の不安要素というかマイナスイメージを持たれている地は穴場の街かもしれませんね。という感じで今回はこの辺にしたいと思います。もし動画をご覧の方で実際に北千住に住んだことあるよっていう人がいたら、ぜひ実際の住み心地とか感想をコメントしてもらえると嬉しいです。ではまた次回の街をレポートしていきたいと思います。ではでは。